どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。昨年末の Amazon ブラックフライデーで総合遺伝子検査キットというのを購入しまして、これねすぐやってみたんですけど、つい先日このね検査結果が届きました。遺伝子検査結果ちょっと前から気になっていて、この機会にと思ってやってみたんですけど、これがね結構面白かったので、今日は僕の遺伝子検査の結果についてお話をしようかと思います。これがね結構当たっているというか、めちゃくちゃ心当たりのあるような結果が出てきていたので、僕の遺伝子検査の解析結果を知ってもらいたいというより、この検査でこんなことが分かったよというのがね伝わる動画になればいいかなと思っています。遺伝子検査キットっていくつかあるんですけど、今回僕はジーンライフのジェネシス 2.0 プラスというのを選びました。レビューとかのね評判も良かったのでこちらを選んでみたんですけど、検査キットはね似た名前のものとかいろいろあったんですけど、このジーンライフジェネシス 2.0 プラスですね、こちらを選びましたので、こちら概要欄に一応リンクも貼っておきます。でこの遺伝子検査キットだと唾液を採取して検査機関に送るだけで約360項目にわたって解析してくれて、分かりやすいレポートにして検査結果で見ることができます。ちなみに検査結果が出るまで約ね1ヶ月近くかかりました。年末年始挟んでたっていうのもあるのかもしれないですけど、それぐらいかかりました。で気になるこのレポートで何がわかるかというところなんですけど、例えば遺伝的な病気のかかりやすさとその対策であるとか、あと運動能力、記憶力、計算速度、聴力とか、あと痛み、旨み、匂いの感じやすさ、飲酒量といった能力に関することであるとか、あと体型とか骨、血液などに関する体の情報、あと自分に合った効率的なダイエット方法とか、さらに彼女彼氏ありなし傾向とかモテ度なんかも分かってしまいます。あと自分の祖先のルーツとか、そんなのもね分かったりします。病気のかかりやすさみたいな結構真面目系な検査結果もあれば、少しねエンタメ色に寄ったような検査結果っていうのもね出てきます。これ一通り見てみたんですけど、本当に面白い結果が出ていたんで、この後紹介していきます。遺伝的にはこうだから実生活ではどうしていこうとか、効率的に対策ができるということですね。検査結果はアプリからも確認できたので、今日はねこのアプリの結果を見ながら紹介していこうかと思います。360項目全部見ていたらねすごい時間がかかるので、抜粋しながらお話をしていきます。では行ってみましょう。これがジーンライフのアプリですね。こういった感じで報告書がいろいろ並んでいまして、この左上のやつが全ての項目見られるので、これを開きます。でここに体質疾患リスクとかこんな感じでカテゴリー分けされていて、でそれぞれこの中を開くと、それぞれのカテゴリーの中でも小カテゴリーで見ることができます。まず疾患リスクから見ていきましょうか。こんな感じで COVID-19 とかいろいろあるんですけど、まず感染症を開いてみます。はい、でこういう風に感染症に関する項目の中でも結構細かくいろいろありますね。でちょっと気になるのはこの結核は例えば高い傾向にあるとか、ただ現時点で結核に関わる何かが見つかってるとかそういうわけではなくて、あくまで遺伝子上ではこういったリスク、かかりやすさがありますよみたいなことが出てくるという感じなので、この結果をマシンに受けるって感じではないんですけども、これも例えば開けばリスクは高い傾向ではありましたと。で項目概要で結核とはどういう疾患ですみたいなのが書いてあって、現時点での対策がどんな感じですみたいなのがいろいろ書いてあったりするんですけど、ここでいくと予防は結核菌に感染しないようにすることですみたいな書いてあって、こういう感じで自分ができうる予防と対策みたいなのっていうのも導いてくれたりしています。はい、で結構下にそれを実証するというか参考文献とかエビデンスっていうんですかね、根拠みたいなのがこういう風に記されてるという感じですね。各項目こんな感じでかなり詳しくね書いてくれています。結核は正直ちょっと心当たりは今のところないのでちょっと先行くんですけど、これですね、ノロウイルス感染しやすい傾向になってます。ノロウイルス感染、あなたは遺伝的に感染しやすい傾向でした。であなたの判定結果 99.9% ということで、これね僕めちゃくちゃ心当たりあって、概要に書いてますけど、感染経路としてはノロウイルスに汚染された食品の摂取でカキ、ハマグリ、ムール貝などの二枚貝による感染というのが括弧で書いてあるんですけども、僕生牡蠣食べると 100% 当たるんですよ。絶対に当たっちゃうんですよね。生牡蠣好きなんですけど、もうこれが怖くて僕ね生牡蠣はもうほんと長いこと食べられていないんですよね。
これは遺伝的にもこういう風にノロウイルスかかりやすいリスクありますって書いてあるので、これ見た時に結構当たるのかもって思ってしまったのはここですね。ノロウイルスにかかる可能性があることをしたらちゃんと当たるので、これは悲しい現実ですね。例えばこんな感じで自分の体験とかに照らし合わせたりすると、なんかちょっと信憑性もちょっとずつ増す感じがあるんですよね。で他にもいろいろ感染しやすいものとか感染しにくいものとか、こんな感じで出てきます。ちょっと項目多いんでサクサクいきますけども、あとは循環器系見てみましょうか。でこれも心筋梗塞とか冠動脈疾患とか高い傾向というのでね、ちょっと怖さありますよね。あと腹部大動脈瘤、なんかもうまがまがしいとか怖いワードのやつばっかりが高い傾向になっててちょっと嫌だなって感じなんですけど、現時点ではね、特に健康診断とかでも悪い結果全然出てないので、ほとんど問題ないという結果が出てるので、恐れてはいないんですけど、例えば心筋梗塞だったら予防と対策でメタボリックシンドローム、高血圧、糖尿病などが危険因子として知られていますと。なのでよかったらダイエットしてって感じですね。やっぱりこういう、日々の生活習慣もそうでしょうけど、メタボリックシンドロームとかに陥ってしまっていたりするとかかりやすいとかいうのがあるので、自分は心筋梗塞になりやすいからちゃんとダイエットしようとか、そういう風な心がけにつながるという感じですね。なのでやっぱこういうのもっと早いうちに知っていたら、もっと早いうちから僕ダイエットをやったかもしれないですね。はい、というのが、循環器系です。続いて呼吸器系見ましょう。呼吸器系はこれも怖いですね。肺がんが高い傾向、あとは肺気腫、結核、これらが高い傾向にあるという感じで、肺がんですね。うちね割とがん家系なんで、この遺伝結果はね、なんかちょっと怖いなっていうのはあるんですけど、予防と対策見てみるとやっぱりね、肺がんの発症リスクの第一はね、喫煙習慣って書いてますね。僕はねタバコ一切吸わないので、このあたりは少しでも予防はできてるかなと思うんですけど、すごいですね。タバコ吸わない人に比べて吸う人では男性だったら 4.5 倍、女性は 4.2 倍肺がんにかかりやすいという風になってます。喫煙者はまず禁煙しましょうってことですね。タバコ吸わないに越したことないですね、やっぱね。で予防と対策一番下に果物の摂取や大豆イソフラボンの摂取が予防に効果がありますとなってますね。僕結構果物食べますし、毎日のように食べますし、大豆イソフラボンの摂取もね、めちゃめちゃ大豆に関するものたくさん食べてるんで、納豆ほぼ毎日食べてますしね。なのでこのあたりも予防はできてるんじゃないかなと思います。なので遺伝的に肺がんは高い傾向にあるけども、予防は多分できてるというふうに思ってます。こんな感じでいろいろね、細かく、がんでも大腸がん、胃がんとかね、このあたり結構細かく出ていて、これ非アルコール性脂肪肝、高い傾向として出てますけども、脂肪肝は肝臓に必要以上の脂肪が蓄積された状態のこと、フォアグラ状態ってことですね。これが原因で肥満とか糖尿病にもなっていくと。やっぱ怖いですね。とかやっぱこれ僕は太りやすいというか、こういう脂肪肝とかなりやすい体質なんですね、こう見るとね。ここでも肥満とかメタボリックシンドロームの影響が肝臓に現れた結果とも言えますって書いているので、やっぱりここでも痩せるというか、ここに書いてますね、適正体重を維持する、 BMI25 未満に保つ。僕多分今20以下とかだと思うので、筋肉ついて20ぐらいになったかなだと思うので、このあたり安心かなと思うんですけど、他にもね、こういうものに気をつけましょうとかいろいろ書いてあるので、これもね参考になりますね。神経系職業性ジストニア、これが高い傾向。音楽家が突如として楽器が演奏できなくなったり、作家が作品を書けなくなったりする疾患のことです。こういうのがあるんですね。僕の YouTube の更新が急に止まったりしたら、職業性ジストニアが発症した可能性がある。そういう風な捉え方をしていただければと思います。あとは骨関節皮膚、これ見てみましょう。この中でちょっと気になったのはアトピー性皮膚炎ですね。やや高い傾向なんですけど、僕小さい頃ね、アトピー性皮膚炎にねめちゃくちゃかかってたんですよね。かなり小さい頃だったんであんまり記憶にないところでもあるんですけど、とても痒かった記憶だけあります。これもいろいろ対策してお薬とかもねいただいたりして改善されていったんですけど、やっぱりリスクとしてはあったようですね。あとこれやだな、円形脱毛症のリスク、発症リスクが高いですね。僕でもストレスフリーな生活をしているからか、今までも僕円形脱毛症とか、円形じゃないにしても脱毛症に関わるようなこと起きたこと多分一回もないんじゃないかな。
なので、うまいことストレス軽減もできてるんだと思うんですけど、これもね、遺伝でなりやすい、なりにくいっていうのがあるみたいですね。僕は傾向としては高い傾向にあるんですね。で、血液、免疫を見てみましょう。鉄欠乏性貧血。僕、貧血になりやすい傾向なのかな。鉄分の不足によって引き起こされる貧血症状のことです。なるほど。僕でもあんまり貧血になったことはないんですけども、遺伝的には貧血になりやすいってことですね。ちゃんと鉄分取れてるからっていうのもいいのかもしれないですね。あとはこれだ。アレルギー性鼻炎。これもね、僕めちゃくちゃ心当たりあって、動画で気づいてる方いらっしゃるかわかんないですけど、僕結構ね、慢性鼻炎に近い感じで、鼻詰まりだったりとか、鼻にかかったような声になることがね、多いんですけど、これ僕普通に鼻炎なんですよね。で、一時期本当に完全に息ができないぐらい鼻が塞がってるような時期とかもあって、耳鼻科の名医の方が見つかったので、そこでいただく薬でね、どうにか対策できてるんですけど、これはね、僕めちゃくちゃ心当たりありますね。アレルギー性鼻炎。目、耳、鼻、口、副鼻腔炎もやや高い傾向。これもさっきのアレルギー性鼻炎に近いんですけど、鼻の病気ですよね。これにね、一時期やっぱなりかけたこともあって、副鼻腔炎とは診断されなかったんですけど、結構近い症状、似た症状になったっていうのもね、ありましたね。なので、やっぱ鼻弱いんですよね、僕ね。スギ花粉症も高い傾向。そうなんだよな。多分これ遺伝的に高いでしょうし、花粉症ってあれですね。体内の蓄積量が一定量を超えるといきなり発症したりするって言いますよね。ここ数年前ぐらいから急に発症した感じがありますね。あと7大生活習慣病で、ここ6つ今並んでますけど、これと1つ前にあったがんを合わせて7大生活習慣病という風に、なってるんですね。これを見ると心筋梗塞はなりやすい傾向にあって、脳卒中は普通、2型糖尿病はこれはやや低い傾向、高血圧はやや高い、肝硬変は標準、慢性腎臓病がやや高いという風になっているので、このあたりもね、対策していきたいなと思いますね。怖いですからね、この辺りは。はい、疾患リスクはこんな感じですかね。続いて体質見ていきましょう。思考性行動。で、ここにはこんな感じで、お酒だったりとかコーヒーだったりとか、あとは食事の栄養素とか、そういったものに関する思考性行動っていうのが見えてきます。飲酒量は少ない傾向。もともと遺伝的にも少ない傾向ってことですね。僕ほんとお酒全然飲まないとか飲めないんで。ワイン好き。これは標準なんですけど、僕確かにワインはね、アルコールなければ飲みたいなと思うんですよね。ブドウジュースみたいで美味しそう。喫煙量は本来は標準なんですね。で、カフェインの消費量、コーヒーの消費量は本来は普通ですね。僕はでも遺伝に抗ってめちゃくちゃコーヒーは飲んでます。カフェインによる不安の感じやすさ、これは感じやすい傾向なんですね。ここは当たっていないというかね、占いではないのでね、当たったら当たってないって感じでもないんですけど、遺伝的にはカフェインの中毒症状は起こりやすいですね。僕全然ここはそう感じたことはないですね。コーヒーは1日 3,4 杯もっと飲んじゃう時もあるんで。で、タンパク質の摂取傾向、これはやや強い傾向ということで、タンパク質めちゃくちゃ毎日摂ってますけど、これもあれなんですかね、やっぱ遺伝的にあんまり多くタンパク質を取らないような人だったりすると、こういう風に毎日のように食べるのっていうのがね、苦痛だったりするんですかね。僕はもう美味しくて毎日のようにタンパク質たくさん摂取してますけど、あと面白いのは買いだめ傾向とかもありますね。こういうのも出てくるんですね。僕は標準でしたけども、これが高いと家に常に在庫がないと不安を感じるとか、セールで安かったからついついたくさん買ってしまったとか、こういった傾向が起こってくるわけですね。不安になるんですね。あとは夜型傾向。これは夜型傾向に僕は当てはまってるんですけど、これめちゃくちゃ納得ですね。本当僕は完全夜型ですね。さっきのね、ダイエットとか、あとはストレスを軽減するっていうのはね、睡眠重要なんですけど、僕はね、夜型ですね。あと歯ぎしりしやすい傾向にもなってますね。僕多分歯ぎしりしてないと思うんですけど、意外と実は歯ぎしりしてたりするのかな。あと能力で、ここはね、僕ちょっとね、遺伝結果と体がねちょっとずれてるなっていうのがあって、旨味とか匂いの感じやすさ、本来は僕高いんですよね。こう見るとね、感じやすい傾向にあるというのがたくさん出てきてるんですけど、いかんせんさっきのアレルギー性鼻炎だったりとかで鼻がやられてしまっていて、味がねしっかり感じられない時とか結構多いので、なのでそういったものがなかったら過剰に鼻に情報が入ってくるような毎日を送ってたのかもしれないですね。体作りのところでいくと、この筋肉の発達とか、
これはねバランスタイプなんですけど、側筋型、パワータイプとバランス型とチキン型、持久力タイプ、この3段階で判定されていて、僕はバランスですね。で側筋型だと例えばパワーリフティングみたいな瞬発的に力を入れるものとか、そういった筋肉が育ちやすい。それでチキン型だとマラソンとか、そういう持久力タイプのチキンというのが育ちやすい、そういう結果ですね。なのでどの筋肉がつきやすいかっていうのがこの辺りから分かってくるってことですかね。あと音程に関する能力、一番下やや高い傾向、これはなんか絶対音感とかにちょっと近いような話だったと思うんですけど、僕ね確かにこれ比較的高いかなっていう気はしていますね。微妙な音程のズレとかに気になったりするから、この辺はちょっと心当たりありますね。で体型体格で、身長やや高いで、これね肥満タイプ、男性向け、リンゴ型って出てますね。この項目はアダム・イブ型、リンゴ型、洋梨型、バナナ型の4分類で判定されます。リンゴ型、これリンゴ型って男性に確か多いのかな。お腹周りに脂肪がつきやすいタイプです。糖質の代謝が苦手なので、甘いものやお米などの炭水化物の食べ過ぎに注意しましょう。これめちゃくちゃ心当たりあって、僕炭水化物を過剰に摂取するとすぐお腹周りにね出るんですよね。あと洋梨型の人はこうですとかね、バナナ型はこうですとか書いてあるので、僕リンゴ型でお腹周りにね脂肪がつきやすい。これはねめちゃくちゃ心当たりありますね。炭水化物の代謝が苦手なタイプなんですね。このアダム・イブ型は遺伝的要素がないタイプ、こういう方もいるんですね。で脂質の代謝が苦手な洋梨型の方と、タンパク質の利用が苦手なタイプのバナナ型というふうに4分類されると。面白いですね。これ知るだけでも普段どんなものを食べれば太りやすいかとか、そういうのが分かってくるかもしれないので、この情報は結構有益ですよね。でここに BMI とか体脂肪率とかいろいろあるんですけど、これはあくまで何度も言う通り遺伝的にはこうですっていうだけの話なので、今現在どうですってことではないので、そこがね一瞬ちょっと迷うんですけど、分かんなくなりがちなんですけど、そういう視点で見た方がいいですね。例えばこれ体脂肪率やや高い傾向になってますけど、これも僕多分放っておいたら体脂肪どんどん増えていくような傾向なんでしょうね。だから今どうにかダイエットとか普段のね食生活とか運動習慣とかそういうので体脂肪率、今 4,5% ぐらいかなで抑えてますけども、放っておいたら20数パーとかね、前 22、3% までいってましたからね。このあたりも気をつけなきゃいけないですね。で同じく皮下脂肪とか女脂肪体重、このあたりがつきやすいとか重い傾向にあると。体型体格こんな感じかな。骨関節皮膚、骨折のしやすさ、骨折しやすい傾向。僕は大きな骨を折ったことは今までないんですけど、小さい骨ですかね、足の小指の骨とかね2回ぐらい折ったりはしてますね。本来は骨折しやすいんですね。気をつけないと。一回すごいベタですけど、タンスの角に足の小指をぶつけて骨折したんですけど、僕ずっと打撲だと思って1ヶ月ぐらい過ごしてて、レントゲン取ったら折れてますよって言われてね、青ざめたことありますね。あとこの前もでも骨折したな。ジム行ってバーベルを寝転がりながら上に上げる運動しようとした時に、一回軽く胸の上にワンバウンドさせて、ワンバウンドとか乗せただけのつもりだったんですけど、でそれでちょっと持ち上げる、体勢整えて持ち上げるみたいにやったんですけど、胸に置いた時に胸の肋骨折れたんですよねそう考えるとやっぱ骨折しやすいのかもしれないですね。気をつけよう。で肌の色、白い傾向、これは僕は多分当たってるな恥ずかしい。白いですよね。肌の色は遺伝的に僕は白いです。今実証されました。続いて血液免疫、ジョイマンとか血液免疫はビタミン E 濃度。これビタミン E ってピーナッツとかに含まれるやつですよね。ピーナッツとか大好きなんで、今の血液情報なんじゃないかなって思うぐらいにかなり当たってますね。血液送ってないんでね、ビタミン E 量は分かんないと思うんで、遺伝に合ってるって感じですかね。でその他これですね。塩分摂取による血圧変化。こういうのちょっと気をつけなきゃいけないかもしれないですね。塩気のあるものを取りすぎると血圧が上昇しやすい遺伝ということです。なるほどね。しょっぱいものも僕好きなので、ついつい塩分取りがちですけども、気をつけなきゃいけないですね。こ
こにあるけどカフェイン代謝の速さ、これは速いんですね。やっぱりカフェイン代謝が速いから1日何杯も飲めてしまうのかもしれないですね。その上にあったアルコール代謝、これは分解できないタイプなんですね。こことかも本当にその通りだな。アルコール多分僕分解できなくて、もう飲んでる時も翌日とかももう体が不調なので頭痛くなったりね、気持ち悪くなったりするので、それが嫌でねお酒飲まないんですけども、ここも納得いきますね。アルコール代謝とカフェイン代謝の速さ、まさに僕の体って感じですね。長寿はやや長寿傾向なんですね。長生きできそうです。光くしゃみ反射、太陽の光が目に入った時など眩しくなると反射的にくしゃみが出る現象。くしゃみが出てしまうですね。眩しい太陽を見上げるとウォーウォー傾向ですね。で、一番下、ミトコンドリアハプログループ、これがですね、祖先のルーツがわかるんですね。僕のミトコンドリアハプログループは D グループでした。D5 でしたということで、東アジア最大集団に属しているそうです。日本人の約 35% が属しているのがこの D グループで、僕はここに属しているんですね。体つきだとか顔立ちとか遺伝的なそういう刷り込まれたものみたいなのっていうのは、このルーツの方々と近いってことなんですかね。こういうのも分かります。はい、といったのが体質で分かることでございました。で、これ上2つやって、で、この下の16の追加検査項目と遺伝子予報、これらはサブスク登録しないと見られなかったんですよね。で、年額4800円とかね、結構高いんですけど、ここにね、ちょっと見たい項目いろいろあったんで、今回試しに登録してみました。上から見ていくと、赤肉の摂取と大腸がん、僕はこれが高い傾向にありまして、赤肉というのはここでいう牛、豚、羊などの獣肉のことです。で、これらを食べ過ぎるとがんにつながりやすいということですね。僕どちらかというと鶏肉とかばっかり食べてるので、あんまりね赤身肉毎日のように食べるって感じではないんですけど、がんリスクにつながるかもしれないんですね。ちょっと気をつけようこれは。で、その下の彼氏彼女なし傾向、僕の判定結果は遺伝的に彼氏彼女なし傾向でした。こういうのも分かります。あとはパクチーの好き嫌いっていうのも分かります。僕パクチーはね好きなので、遺伝的には嫌いと出ましたけど、苦手と出ましたけど、僕はここは遺伝には抗ってる感じですね。台湾行っても完全にヤオシャンツァイですからね。あとビフィズス菌の量は多い、アルコール性脂肪肝は高い、あとベータカロテン摂取とテロメア腸への影響、これは大きいとか。飲み物好きやや多い傾向。僕飲み物水分取るの大好きなんでめちゃくちゃ飲みますからね。このあたりも納得性ありますね。はい、こういった追加検査項目がサブスクで見られました。もう一個見られるのが遺伝子予報。こういった予測みたいなものとかっていうのが見られますね。はい、こんな感じで結構細かくいろんな面白い情報が見ることができました。はい、そういったわけで今日はジーンライフのジェネシス 2.0 プラスで検査して分かった僕の遺伝子検査結果を公開してみました。こんな感じで面白い結果いろいろ得られましたので、興味ある方はねぜひ試してみてください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、そういったわけで今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうした生活に役立つ情報もいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。